皆さんこんにちは、下北論と申します。今回は今のところ他の動画では確認できていないハンマーの情報を出していきます。以下の4つに焦点を当てて伝えていきます。総裁攻撃のコスト注意点、ハメステップに無敵時間はある、集中オダの使いどころは、フレンドリーファイヤー対策。動画の最後には個人的なワイルズハンマーの感想を簡単に掲載します。もしよろしければ最後までご視聴してください。また、現在2本のハンマー動画を出しています。1先行体験を踏まえたハンマーのコンボ解説予想動画、実際にワイルズハンマーを使った例ダウ狩猟動画変わります。気になる方はこちらもご覧ください。では早速始めていきます。縦振り攻撃から派生するアッパーに相殺効果がついています。アッパー攻撃は出すまでに3、4秒くらいディレイをかけることができます。また縦振り攻撃は攻撃後に移動ができるようになったので、これらの移動とディレイをかけて相殺を狙っていくことになりそうです。また回転攻撃からのアッパーもディレイをかけることができるので、おそらくこちらにも相殺効果がついていると思います。回転攻撃はどこからでも派生できるので、縦振り攻撃アッパー回転攻撃アッパーと連続で相殺効果が狙えるかもしれません。ワクワク。感覚としては慣れるまで難しいタイプのカウンターという印象でした。成功させるには振り上げた状態のハンマーにモンスターからの攻撃が当たるのを待つイメージです。言い換えるならモンスターの攻撃を読んで振り上げたハンマーを置いておくです。前もってアッパー攻撃を出しておくと意識すると成功しました。ただダウの相殺成功時の体力ゲージを見ればわかりますが、相殺はダメージが無効化されるわけではなさそうです。ハンマーに限った話ではないですが、相殺時のダメージで力尽きることがあるかどうかで相殺の必要性が変わるように思えます。モンハンダブルクロスの稲氏のような体力1残る仕様だと嬉しいですが、実際は分かりません。ハンマーに限った話ではないのですが、チャタカブラに3回相殺攻撃を成功させましたが、3回目では成功させてもチャタカブラはぶっ飛んでいかずにひるむだけでした。おそらく耐性ができるようなので、相殺成功の回数を覚えておくのも大事かもしれません。ハメステップ。ハメ段階を維持しつつスタミナを消費してフックを用いて前方に素早く移動できます。サンブレイクにあったキープスウェイに似ていますが、気が合う部分もあります。キープスウェイ同様にタメステップにも無敵時間はあります。ただサンブレイクと比較し移動距離と無敵時間は減っている印象です。無敵時間の発生タイミングはタメステップ開始すぐのように感じました。先天回避で避けるのと感覚は似ています。サンブレイクのキープスウェイはタメ中の緊急回避的な立ち位置でしたが、無敵時間が減っているワイルズでは回避に使うというよりは、はめながらモンスターに素早く近づきたい、離れたい時に使うことが多くなりそうです。起動のついでに無敵フレームもあるくらいの気持ちで使うのが良さそうです。もちろん無敵フレームに慣れてきたり、高難易度のモンスター相手には、ハメステップで避けた方が良い場面は出てくるとは思います。ちなみに、スタミナ限界までタメステップを行うとスタミナがなくなった地点のため段階の攻撃が出ます。ハンマーの集中弱点攻撃。傷に攻撃を当てないとアクションが続きません。他の武器種でもそういった仕様のものがあるようです。攻撃を傷に当てると横回転を3回した後、ハンマーを叩きつけます。叩きつけた時に傷口破壊が発生します。もしかしたら横回転中も傷口破壊はできるかもしれませんが、今回の私有では確認できませんでした。傷口破壊を一気に複数行うとダメージボーナスが入るのですが、集中オーダ進展は複数破壊には適さない特性であり、さらにリーチが短くモンスターに密着しなければ当たりません。ここまでだと弱い攻撃に思えますが、実は2つ大きなメリットがあります。それは集中オーダ中にため攻撃の準備ができること、そして攻撃の出が早いこと。集中オーダは攻撃を貯めている時に出すことができます。また集中オーダ開始時でも貯め始めることができます。そのまま集中オーダが終わった後に R ボタンをリリースするとため段階に応じた攻撃が出ます。集中オーダは傷口破壊をしやすく、そして傷口破壊をするとモンスターはひるみます。それを利用して傷があれば集中オーダと傷口破壊、そしてタメ3攻撃のダメージが確実に与えられます。傷口が発生した場合に限定されますが、攻撃の出が早いことも含め、ほっとした隙に高いダメージを与えられる攻撃として設定されているように思えます。すべて頭部に攻撃が当たった録画でダメージを見直すと、チャタカブラでは集中オーダで78ダメージ、傷口破壊で32ダメージ、ため叩きつけのダメージは72ダメージ、
て合計180にダメージが入ります。傷口破壊の一瞬でここまでのダメージが出ます。ここでワイルズハンマーのモーション中でダメージが非常に高い渾身ダメを比較対象にします。渾身ダメが頭に当たった場合は148ダメージですので、180ダメージが今回の私有の中でも高いダメージということはわかるかと思います。まとめると、集中オダは傷口がある時限定で瞬間的に高いダメージを出せる攻撃となっていそうです。傷ができたら威嚇行動などに合わせて随時破壊していく立ち回りで問題ないと思われますが、タイダウン時等に弱点部位以外の傷口をわざわざ狙いに行く必要はなさそうです。少し話題になっているフレンドリーファイア問題。ハンマーは主力の攻撃が仲間を勝ち上げてしまうので、マルチでの立ち回りに配慮が必要です。特に縦振りアッパーは今回移動ができるようになり使い勝手が良くなりましたが、マルチでは控えた方が良さそうです。勝ち上げに配慮した立ち回りとしておすすめなのが、メさん叩きつけを使ってヒット&アウェイに徹する立ち回り。メさんを当てるときに余裕があれば渾身ために派生して火力アップにつなげられます。ハンマーの立ち回りとして伝統的かつ基礎ですね。力ダメがなくなったためワールドよりもコンパクトに技が出せて使いやすくなっていますし、欲張らなければ被弾も抑えられます。スタンジや罠にかかった時は叩きつけコンボがおすすめです。叩きつけコンボに SA が付与されたので、仲間の攻撃を受けてもひるみません。叩きつけに1、2、3、4フィニッシュを基本として、4回目まで叩きつけをして余裕があるなら、そこから渾身ために派生すると火力アップするのでおすすめです。もしもアッパーを使うなら、攻撃判定が右側に寄っているのでモンスターの頭の左側に立つ意識が大事です。縦振り、攻撃も横に移動できるので、他プレイヤーが来たら位置調整で攻撃を当てないようにするのも大事ですね。他に価値上げてしまう攻撃といえばためにアッパー。ためにアッパーは攻撃判定が狭いので、他プレイヤーが少ない場合等で狙える隙間を見つけたら価値上げずに攻撃ができる時もあります。しかし、モンスターが隙を見せた時など、頭を狙うプレイヤーが多い場面では控えた方が良いと思います。また、総裁狙いのアッパーは、他プレイヤーが同じ攻撃で総裁を狙ってない限りは、隙あれば狙っていって良いかと思います。普通他プレイヤーはモンスターの攻撃から離れていくはずですし、颯爽とハンマーで総裁を成功させていきましょう。終わりの言葉&個人的なワイルズハンマーの感想。サクッとワイルズハンマーの他動画で見かけない新要素をまとめてみました。皆さんが気になっていたことの補填ができていたら幸いです。本当に今作のハンマーは使いやすくなっているので、今まで使ったことない人にもおすすめできます。最後にサクッとハンマーのコンセプトや印象について。初心者はシンプルな操作でもしっかり火力が出せる。上級者は基礎の立ち回りにコンボ派生や総裁を絡めて最大火力を当てていく。こういったコンセプトをもとにバランス調整がされているように感じます。ワールド以降のハンマーでダメージを出すには単調な攻撃を続けることが多かった印象でした。正確にシンプルな動きを弱点に当て続けるというテクニックは難しく深いものではあったのですが、使わないモーションが多くなってしまって立ち回りが単調になってしまいがちでした。本半ダブルクロスまでのハンマーは持っているモーションをバランスよく使うことができ、飽きることなく使えたので、ワールド以降のハンマーは個人的にはもったいない調整と感じていました。そしていざワイルズハンマーを触ってみると、持っているモーションを様々な盤面で使い分ける楽しさがあり、過去作のハンマーが戻ってきたように感じます。個人的には私有の時点で大変満足でした。皆さんにも体験版や製品版を通して早く触っていただきたいです。それではご視聴ありがとうございました。もし気に入ってくださったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。